皆さんこんにちは。株価下落で狙いたい旬な銘柄3つを紹介いたします。11月権利確定日の有料企業激戦2銘柄。その他に僕がエントリーした武田薬品、言っちゃったこの値段設定を提案。今回の企画は投資家バカのチャンネルで2日で2万回再生されてみんな見てるんだな。じゃあ僕だったらいくらで設定するか、そもそも買わないのか、他人が紹介した信用ある情報をさらに僕が選ぶことで精度が高くなる手法をとってね、高い利回りを僕は取ってきました。ずるいとか楽しやがってとかそんな正論言っても1円にも得ならないんですよね。僕たち投資家の目的はただ利益を求めること。勝ったらいいなじゃない、勝たなきゃダメなんだ。ここでまた負けるようなやつ、そんなやつの運命など俺はもう知らん。本当に知らん。そんなやつはもうどうでもいい。勝つことが全てだ。勝たなきゃゴミだ。ずるいとか卑怯とかみんなと同じ論理だと勝てない。常に常識を疑うぐらいないと。資産運用している方ならご存知の方がほとんどなんですけど、他社のコンテンツを参考にしてどの銘柄にエントリーするか視聴者が判断して、僕もその一人です。さらにこんな風に注目が集まった銘柄なんで、機関投資家も監視して仕掛けるタイミングを伺っている状況。機関投資家に便乗してエントリーすることで素直な上昇トレンドが形成される、ここ数年の流行りのスタンスです。業績がいいっていう報告は他の人がピックアップしてくれますから、僕たちは利益が出るタイミングでエントリーができるように負けない精度を極限に高めてリターンを狙いに行きましょう。業績がいい、条件がいい、こんな銘柄をピックアップしてみました。財務が安定していて高配当、そういう銘柄が解説されていて、そのうちの2つ僕が言及したいと思います。最近は相場の流れが変わってきていて、下げ止まっている銘柄と支えがなく連続で下落しちゃってる銘柄、そういうのに分かれてきた印象があります。動画で紹介されてアルゴリズム注文しないから損切りできずに損する原始人投資家が増えている、急増中です。このチャンネルというか僕のチャンネル登録者は損切りできて現金保有率が高い人が多いので、値下がりはチャンスでありますから、感情で買うんじゃなくて条件が揃ったら買うゼロ理論投資を行いましょう。全ての感情を無心の状態で車が語りかけてくる声を聞く。ゼロ理論は車との対話から始まるんだ。うまいっていうかすげえなこいつ。証券番号3244サムティ選んだきっかけ。これは株主優待権利確定月が11月で魅力的な内容ですよね。ホテルの宿泊無料券っていうのは配当金も 3.6% で高配当に分類されて、株主優待をもらえたら実質利回り 5.77% と今持ってもいい銘柄ですね。チャートでお得感、今検討すべきか。僕が見た感じ、なんと11月に買ってその月に売って利益確定するっていうシナリオ。1年前に遡って優待売りの歴史を学びましょう。12月2日に権利落ちして出来高が 4.5 倍の勢いで売られていった結果、株価が 20% 下落しちゃってます。機関投資家の都合よくカモにされてるような気がします。下がるってことは予想できるんですよね。機関投資家が大量保有報告条件に満たない 5% 以下で利益を手っ取り早く回収できることでしょう。あれ、僕は疑問に思いました。あれ、信用売りって株を保有してるわけじゃないから売りに条件がないんじゃないの？売りいくら出しても大量株保有報告書を書かなくてもいいんじゃないのって。結論、日本の金融商品取引法では株式の大量保有株報告書の対象は株式の 5% 以上保有した場合、信用売りのポジションは保有と同様に考慮されることが多いため、信用売りの対象の 5% を超える場合、大量株保有報告が必要となることがあります。なるほど、意外。やっぱりずるいしてお金は稼げないように法律的に塞がれてるんですね。だからこのチャート、サムティの目論見っていうのは11月の優待で稲子を引きつけておいて、で12月に叩き落として機関投資家が利益を上げるっていう魂胆だろうなと僕はそう思います。根拠の情報はないし知ってはいけないことです。しかし過去の事例とこのチャートの11月末に向けての加速的な上昇、なんか気持ち悪いものを感じますよね。配当金、総合優待利回り。配当利回りは 3.6%、優待利回りは 2% ほどで、総合利回りは 5.77%。注意点は、優待に必要な株って普通1単元じゃないですか。これ2単元必要なんですよね。200株。必要な点。100株だけだったり、それ以上保有しても、優待利回りは低下していきます。それにこのチャートの不気味さ、12月からさらに上がるとは到底思えないですよね。なんか勢いづいてるような。で、割安でもないし、根拠をこれから調べていきましょう。今回優待を無理して取りに行く人々は大損する気がします。業績、PER、PBR、ROE 知ると世界が変わってくる。教科書通り指標を見るんじゃなくて正しく読むには比較すること。PER は 10.5。これは割安なのか。類似企業で比較をしてみます。統制が 8.5 倍。スターツコーポレーションが 6.7 倍。時系列で PER の変化はなくて、企業比較をすると参加者が割安に見ているわけでもないし、PBR は 1.2 倍。
で、このような割高になりつつあるときは、機能はしません。で、ROE は 10.9%、自己資本に対する資金効率のスコアのことですね。自己資本比率とは借金を省いた純資産のこと。不動産とかは特に初期投資をして、後から資金を回収するスタイルなんで、借金が多くて自己資本比率っていうのは低くなりますよね。なので、PER10.5 という数字は決していいものではないです。証券番号8925の統制が 10.6%、証券番号8850のスタッツコーポレーションが 14%、スタッツコーポレーションに関しては自己資本が 49%、2倍以上あるのに PER14 でサムティより上なので、こちらを買った方がいいなと僕は思います。指標の結論を言います。割高。あかん、早すぎる。想定した車の限界をドライバーが超えとる。エスケープゾーンのないとこでこんなペースに付き合っとったらあかん。指標法、株主構成、特定株、不動株、時価総額、誰と戦うことになるかがわかる。サムティに提出された大量株保有報告書では、ここ1年、大和証券とか機関投資家が売り買いした記録はありません。しかし、大和証券だけでも2、30億円決算で増減しています。間違いなく売り買いしているのはわかるんですよね。日本の証券会社っていうのは大量株保有報告書の提出義務はなんとないんですよね。大量保有報告書の提出義務っていうのは、金融商品取引法第15条及び第16条に基づく法的要件で、証券会社とは一般的に株式の売買を仲介し、証券の保管などのサービスを提供する機関であり、大量保有報告書の提出についての直接的な責任は株主や株主に準じるものにあります。簡単に言えば証券会社は主に株式取引の仲介や証券の管理などのサービスを提供する役割を果たすため、大量保有報告書の提出については責任は証券会社にはありません。いやー、証券会社取引してるやん。そういえば、証券会社に直接聞いたことがあります。息がタバコ臭いおじさんで、さっき吸ってきたでしょって思いながら話を聞いてたんですよ。昔はどこの証券会社が持ってるか大量保有報告書あったなーっていう話で、結論、証券会社が白昼堂々と取引しているんでしょうね。さすがに取引間隔に制約はあるものの、膨大な資金を売買している仮説が立ちます。まあ根拠があったら証券インサイダー取引になるから、みんな腫れ物に触るように情報を取り扱うのが怖いようで、証券会社聞きに行った時になんかオーラ的に伝わってきましたね。つまりトレンドの流れっていうのは決められているっていうこと。信用倍率を見て個人投資家が買っているのか足跡を見てみましょう。10月6日で信用売りが急激に増加しています。これらの売りをみんな意外と知ってんのかもしれないですね。まあ僕がスマホで見て分かったくらいですから、これ去年も同じパターンじゃないの？僕も同意見で11月権利落ち日からナイアガラの滝並みに下落すると思います。みんなが下がっていると分かっているのに上がり続ける。なぜか。この時点でエントリーしないことをお勧めします。なぜバクさんはこの銘柄を一番に進めたんだろう。わかる人はコメントください。勉強してみます。チャート分析をしてみると、11月中はまだ上がると予想します。無難に平均移動線から次に買うタイミングは2436円以下の足値注文。これで買えなかったら見送った方がいいです。エントリーできたら次のアルゴリズム注文で11月中に売って確実に儲けましょう。そこまでしてリスクを負って、ただでホテルに宿泊できたらもう株で大損したら気持ち悪いですからね。勝ちたいと思う心は人間の弱さにつながっていくんだ。車が持っている最高の状態を引き出すだけだ。結果は後でついてくる。アルゴリズム設定の公開、2436円以下で購入できたと仮定します。すみません、僕がちょっと邪魔で避けないと。一応アルゴリズムの表示はこれですけど、今回の企画、他人のおすすめする銘柄を分析なので、ここまで値上がりするビジョンっていうのは思い浮かびません。なので、今月中に撤退ができるように 1% でも利益が出た2460円でトレーディングを起動させて 2% 下がったところで損切りをする。アルゴリズムの注文しない人はやめといた方がいいですね。負けの匂いがするのをなぜ進めたいのか、僕は疑問に思う。バクさんは業績リサーチに長けていて、チャンネルの運営もね、尊敬しています。しかしながら、銘柄のエントリータイミングは僕の方がうまいんじゃないの？これからの時代は業績じゃなくてチャートを動かしたい機関投資家に便乗する手法が楽だし精度も高いと自負しています。次の銘柄行きましょう。証券番号2734サーラコーポレーション。選んだきっかけ、ガス販売、電力、住宅、建築土木の会社です。本社が愛知県の豊橋市にあって、で僕の住んでる町であってね、親しみがあるんですよ。また電気とガスの自由化に伴い地域に根付いて信頼が高い企業なので、僕もここに契約してます。この写真を見ると結構本社細長いんですよね。三角形で豊橋駅の一等地にあって、昔僕が原付で市内をまたいだとして警察に罰金を払って会社にも遅刻したっていう
こともありました。新入社員で研修期間だったから焦りましたね。やばい。この企業はもちろん配当金優待も取り上げるのにふさわしい内容になってます。近いから取り上げただけじゃなくて、チャートでお得感検討すべきか。直近1年間はレンジ相場で700円から800円の 12% の値幅を繰り返しています。出来高も均等で安定してますね。1日の出来高が10万株以上あると、アルゴ以外の通常注文でも希望する値段で約定するので、トレードで安心できる銘柄です。レンジ相場なので740円以下で差し値買いしておきたいところ。これから何株持っていつ買ってどんな儲け方をするか、テクニカル分析をしていきましょう。配当金優待利回り、時は金なり。優待は5単元必要なので、現在株価が750円で38万円あれば購入できるでしょう。資金が少ない人は優待利回り自体は 0.27% の1000円が半年ごとにもらえる程度なんで、配当金だけでもいいでしょう。無理して保有するよりレンジ相場で売却して儲けた方が100倍儲かるような気がします。僕なら株価が安くなって上限を500株として監視銘柄にしますね。配当金だけでも 3.49% で2000万円老後資金持ってたとすれば69万8000円の年間の複利の力が生まれます。高配当銘柄に該当しますね。配当履歴安定性気まぐれか記念配当の誤差ではないか減配しないかの確認。10年間は減配せずにコロナショックでも余裕で維持しているようです。配当支払い月は8月と2月。権利確定日の優待ですね。5月と11月です。で、今回この優待が11月に被るので取り上げました。配当は増配しながらも余剰資金っていうのは増えているので減配の件は安心できますね。さて改めてサーラコーポレーションはどんな会社か、強みは何かというと、電気ガスインフラの会社なんで安定した収入があるっていうこと。コロナショックや今後の不況でも俺不況なんで電気やめますっていう人間はいませんよね。死にますね、そんなの人は。私豊谷市民からしてサーラコーポレーションの会社としての地域貢献、慈善活動も積極的に行っていて、地域に愛される関係が構築されているっていうのが日頃感じます。また定期的なメンテナンスの費用、売上の割に利益率が高くて、他の企業の割り込みも見受けられません。値段が高くても地域の飲食店をはじめとする企業もサーラコーポレーションと契約するとイメージがクリーンに見られる風潮にあります。業績、PR、PBR、ROE、知ると世界が変わって見える。この分野で割安か数字で判断します。この企業は地域貢献に注力するので、全国の知名度はやはり低めです。なので PR の指標が安めになると予想されます。今から見てみましょう。まず目立つのは PBR。株価純資産倍率の低さ。企業の価値より株価が低い。PER8.7 倍。類似企業比較して証券番号3167。東海ホールディングスが 14.9 倍。証券番号9543の静岡ガスが PER6.9 倍。静岡ガスは割安ですけど、配当利回りが 2% で、保有してもあんまり旨味がないようですね。で、一番面白い点は、PER、株価収益率を時系列で比較してみると、1年間の PER は横ばいで若干下がってる感じ。これがどういうことかっていうと、株価チャートは上昇していても、利益の上昇はそれ以上なんで、株価が割安のまま放置されている値になります。僕の感想じゃなくて、グラフがそうなってるんです。ROE。自己資本利益率。これは数字を騙すことができるので注意ですね。数式は利益を自己資本で割ったものなので、自己資本が少ない。借金している負債でビジネスをしていると、不動産とか銀行とかだったら特に ROE の数字っていうのは大きく見えます。なので自己資本比率を確認して ROE は適切な数字を判断できます。で、今回サーラコーポレーションの ROE は 7.5%、自己資本比率は 40.8%。で、類似企業比較をしてみて、証券番号3167の東海ホールディングスは自己資本比率が 42.4% でROE が 8.1% で、もう一個が証券番号9543静岡ガス自己資本比率が 68.8%、ROE5.6%。結論、全体的に言うと割安水準で、株価の上昇がちょっと乖離している状態で割安で放置されているって感じ。指揮法、株主構成、特定株、不動株、時価総額、誰と戦うことになるかがわかる。指揮法の筆頭株主でチャートを乱暴に動かすような機関投資家っていうのはなくて、銀行は配当で利益を上げるスタンスのようです。で、このサーラコーポレーションに提供された大量保有報告書の直近1年間で共通しているものは、提供者が株式を保有する主な目的が報告されていて、政策の投資、商品、有価証券等として保有するもの、純資産とか投資など、いずれも長期で運用されていることが伺えます。もう一つ、市場に流通しない未公開株が 50% ぐらいで絶対に買収されないようにできている。チャートの動きに影響がある不動株 8.6%。これは少ない方で、しかもこの会社の時価総額は476億円と非常に小さい。本来は株価っていうのは大きく変動しそうなものです。未公開株が 50% で、株数の大半が個人投資家なので、安定したチャートの動きになることがチャートの過去の動きでもわかりますね。
信用倍率の変化、個人投資家が買っているのかが足跡でわかる。この規模からして信用売りが与える影響っていうのは限定的、つまり無視してもいいレベルです。見るべき場所は人間がどう思っているのか、行動した履歴が垣間見れます。直近10月27日でちょうど半分に勢力が分かれていて、チャート図を見てもどっちに行くかわからないといったところでしょうか。僕は800円レンジの上に行くから信用買いが多いと予想していました。チャート分析第2段階、警戒するのは短期間で売買する9月28日以降にエントリーしてきた人間です。この線引っ張ったところですね。その人たちは全員が含み益の状態だから途中で歌いせずに素直に800円付近まで上昇することが予想できます。一か八かのギャンブルをしなくても負けない走りを続けていけば最後に勝てる。アルゴリズム、攻めは徹底的に、指値、損切りライン、監視、開始、値段、利益確定の下落幅。最近は順張りの手法で、底値をつけて上げを確認してからエントリーしています。逆指値で750円以上で約定する注文をしましょう。750円で約定したとして、万が一の損切りラインは683円。700円レンジから下がることっていうのはまずないんですが、ゼロリオンのルールに従って守っていきましょう。難品買いとか絶対なしで、上げを確認してからのエントリー。なぜかっていうと、自分がエントリーした瞬間からトレンドの向きが上昇して利益が出るっていう、そんなのは予想じゃなくて自分勝手な妄想に過ぎないから。あともう一つは優待側500株でしたね。38万円、やや高めかもしれませんが、豊橋市民、地元企業を応援するとして保有してもいいかな。配当金 3.5% を上回る 6% の利益が出たらトレーディングアルゴリズムの発動。あなたがネティオがアニメの呪術廻戦見ていても、忘年会で飲み明かして相場の時間に起きれなくても関係なく自動で2ヶ月ほど監視してくれます。2ヶ月間値動きしない場合は、アルゴリズム更新を忘れないようにカレンダーで通知するようにしましょう。利益がかかっているので、もうこれくらいの手間はね、投資していきましょう。要約するとポイントは7つ。サーラコーポレーションはガス販売、電力、住宅、建物、土木の会社で、地域に根付いた信頼性のある企業として評価されています。株価は直近1年で700円から800円の範囲で変動しており、出来高も安定しています。信頼できるトレード銘柄として推奨されています。配当金や優待が魅力的で、投資戦略において優待株として保有することが提案されている。また、ROE や PBR など財務指標においても詳しく分析していて、企業の割安化っていうのが評価されている。大量保有報告書や信用の倍率など様々な要素が分析されていて、投資戦略が提案されている。最後に自動的なトレーディングアルゴリズムについても言及したっていう長期的な監視とトレードの方法が提案しています。わかったぞ。それか。消えた。まさか。証券番号4502武田薬品工業。選んだきっかけ。最後の3つ目は僕の注目する銘柄をもう紹介しちゃいます。高配当で有名で連続増配30年を継続している。配当の支払い月は12月で近くなってきている。また今回の取り上げたのは株価が暴落して、僕は4060円100株試しにポジションを取りました。もちろんアルゴリズムで武装は完璧。値上がり益も期待できます。乗るしかないこのビッグウェーブに。配当利回りは驚異の 4.6%、5% に迫る勢い。初期か大丈夫か。配当金優待利回り時は金ない。株価が800円の急落し、配当利回りが過去の4.8% に届きそう。配当利回り 4.6% っていうのは驚異的で、老後資金の2000万円あったとすれば、4.6% 配当金があればね、92万円。宝くじの何万分の1の確率とかではなくて、持ってたら必ずもらえるプレゼント。この世界資本主義はお金を持っていなければエントリーする資格もない。もっとお金持ちになりたい。本来僕の投資では順張りを行って、なぜ今回エントリーしたのか解説していきます。配当利益安定性、気まぐれか記念配当の誤差ではないか、減配しないかの確認。配当成功が100% に近いんですけど、それでも30年間減配なしの実績とか、みんな役員、自分の会社じゃないんで、持っている自社株でたくさん稼ごうとしてるんじゃないですかね。利益、余剰金、現金の推移。途中から計算式を変えたらしく、グラフは表示されない部分もありますけど、配当に使う余剰金っていうのは減少はしていないようですね。地方株主構成、特定株、不動株、時価総額、誰と戦うことになるのかがわかる。第一印象は市場に流通していない未公開株が 45% 意外と多いってこと。しかし、流通量が桁違いで時価総額はなんと6兆4700億円。この 15% でも1兆円の流通量で最低の時価総額を超えるでしょうね。大きい。武田薬品工業に提出された大量保有報告書。直近1年間。機関投資家で誰が動かすか。以前は証券会社が表示されていたんですけど、証券法が改正されたらしくて、大量保有報告書義務って
ってあるのは、株保有者で証券会社はサービスを行うため該当しないと除外されたようになった。だから納得はいきませんが、どうにもならないですよね。直近の報告書では、機関投資家が10月13日に5089万株を売却しているので、これを合図にするように下がったようにも見えます。3000円台に株価が下落することを事前に知っていたような売り方をしていますね。PER、PBR、ROE、業績評価書の指標ではなく、正しく読むには比較をすること。指標に移りましょう。PER 株価収益率36倍。一見すると割高なんですけど、本当でしょうか？類似企業の比較をしてみましょう。証券番号4503アステラス製薬は41倍。証券番号4578の大塚ホールディングスは 15.4 倍。証券番号4568の第一三共は 57.8 倍。相場で言うと割高で、医薬品は高単価なので期待が大きいんですよね。さらに高配当の武田薬品というのは値段が落ちにくい状態。時系列は参考にならなかったので載せません。決算基準が変わって参考にならなかった。ROE 資金効率 4.5%。これは低いように見えますが、どうでしょう。類似企業比較をしてみましょう。証券番号4568の第一三共は 6.8%。証券番号4503のアステラス製薬が 6.0%。証券番号4578大塚ホールディングスが 5.4%。武田が最も自己資本比率が低く、ROE は高く表示されるはずなのに一番低い。どういうこと？結論。指標業界基準で比較すると割と割高。しかしながら高配当で有名で保有する企業とか金融機関も多いことから魅力的な銘柄に変わりはありません。信用倍率の変化。個人投資家が買っているのか足跡が見える。面白い動きですよね。まず出来高の多さ。さすが時価総額6兆5000億円の企業。10月27日は 10% 以上の下落をした日ですよね。やはり割安と思って食いついてきた個人投資家が多いようです。一方でもっと下がるんじゃないかなって売りを仕掛けている少数派がいます。この綱引きどっちに傾くでしょうか？答えは決まってます。チャート分析第2段階出来高株価。この10月27日を見て気づくことはありますか？その通り。出来高が狙っていたように高い。1週間分の出来高が一度に。で、僕は4077円でエントリーしました。理由は出来高とは売りと買いの取引ができた件数でもあります。これだけエントリーした人がいるということ。機関投資家ならなおさら株価を上げようとしてくる。これに便乗して儲かってやろうと思ったから、今は下げ止まっている状態で3800円台には今の状態からしてならないので、とりあえず100株のエントリーです。皆さんは何株エントリーするでしょうか？このチキンレースに参加しませんか？参加者には自信があるようなチャートに見えますね。ものすごいリスクと表裏一体の技術だ。一つでもタイミングを間違えれば一瞬にしてコントロールを失うわ。ウルトラ C だぜ。アルゴリズム、設定値段設定、攻めは徹底的に。僕が4077円でエントリーしてるので、この値段でみんなもエントリーしたと仮定します。まずは損切りの設定。儲ける以前にリスクをコントロールすること。損切り値段設定は3710円。配当金は12月配当。100株だと1万8000円。1000株持ってる人は18万円。すごいね。それ以上の 6% の利益が出始めたらトレーディングを自動で起動されて利益確定する監視を2ヶ月ほど行ってくれます。値動きしない場合は配当金をもらってアルゴリズム注文の更新を行ってください。やっぱり配当利回り 4.6% っていうのは老後資金結構強いですよね。配当、さっき話した配当履歴や履歴の安定性についても話して長期的な投資を検討している根拠っていうのが言ったし、株主構成とか信用倍率、株価の動向についても詳細に分析されていて、投資の戦略が提案しました。ここまで話す VTuber っていうのはいないよね。第3章最後ですね。他のチャンネルに言及する初めての取り組みでした。このバックさんのリサーチ力は毎回感心しているんですよ。よくあれだけ綺麗なパワーポイント作れるなって。一方で業績がいいから株価が上がるっていうのは過去のこと。今は業績良くても下がるし、機関投資家に左右されると僕は考えています。皆さんはどう思いますか？株価が爆上げの理由を後から探して言う。実際は事前に仕込まれていたように感じます。教科書に載っていない手法が主流になりつつあります。そんなんじゃ曲がれねえ。なんだそりゃ。持
ちろん基礎を学んでから投資をすべきです。そんなのは勉強したその先の話。機関投資家はメディア、ニュース以外にも最近は SNS の Twitter とか YouTube で拡散して、イナゴがちゃんと食いついてきてるかなってモニタリングしてるように感じます。僕も毎日そばで適当に撮影できたらいいんですけど、台本を書かないと上手に話せないので、台本作成に今回は6時間用意しました。収録の時間はまたこれ別。皆さんも思いませんか？弟子は師匠を超えるもの、オリジナルを超えていこう。最近そんな野望を抱いております。このチャンネルの撮り方の元になってるのは、このチャンネル登録者が26,400人のクッズ株主のチャンネルなんですよ。僕のチャンネルがこういう86だったとしたら、そのクッズさんのチャンネルっていうと規模的にはね、一緒同じ企画のはずなんですよ。チャンネル登録者数は2倍くらい上だけど、再生回数は変わらないし、むしろ僕の方が高いんじゃないかな。比べるんだったら2リッターの同じシビックのターボですね。僕は NA だから非力でパワーがない。こいつにどうやって追いつくか、追いついて追い越せ、コーナリングで差をつけろみたいないろんなことを模索しています。クッズさんは一緒に YouTube 運用を手伝ってくれる方を募集って書かれて Twitter で言ってたんですよね。結論を言うと、ファンの一人としてボランティアをするんだったら有益な仕事と思います。目の前のお金じゃなくて人脈、魅力的なリターンがあると思いますね。やっぱ人脈が必要な職業、サーバーからやってくること前提。僕もそうですけど、動画編集は通常は6000円ぐらいが相場です。スライドショーを依頼すると1000円ぐらい。1本5000円制作費用として8本作った外注費っていうと48,000円。チャンネルの収益は5万円だと赤字になるみたいですね。いやいや、収益が毎月8本上げて平均5万円から10万円になるかと思いますって書いてあるので、このチャンネルを応援したいとき、評価ボタン、コメント、あとシェアボタン、これはね、押すだけで誰に送信しなくてもカウントになるようです。これでチャンネルの評価が上がって認知度拡大するように初めて見る人にアプローチしていくようですよ。非力の862リッターフルスロットル全力で今アクセル踏んでる状態。僕のチャンネルは今はこの2リッターのチャンネル、シビックタイプ R みたいなチャンネルと競り合ってる。よし、じゃあ越してやろうという状態。今日もビジネスとお金について考える投資のすすめ YouTube チャンネルです。当チャンネルはパパに株の情報を教えて家賃を免除してもらってるチャンネルです。みんなもお金を増やす感覚をつかんで大切な人を幸せにするために強くなっていきましょう。それでは皆さん、明日の仕事も全力で楽しんでいきましょう。本日はありがとうございました。次回の動画でお目にかかりましょう。それではごきげんよう。バイバイ。ギャンブル的な走りでただアドレナリンが出ている状況を楽しいと思ってるじゃまだレベルが低い。多くのことをコントロールするスキルがあってこそプレッシャーや緊張感に飲み込まれない余裕が持てる。その余裕こそ楽しむことと同義語だろう。